走れますね、僕これで。走れる。ギャルよりギャルじゃん。注目される。今日も参りました参りました。前回に続き2回目の撮影なんですけど、今日のテーマ、もし家に火事が起きたらどの一着を持って逃げるっていうテーマで来ました。はい。今日はね、前回山中さん来てくれてたけど EC の勝樹くんとうちの企画の A ちゃんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、皆さん、火事になった時に何持って逃げる？めっちゃ考えました。そう、全部持って逃げたいんですけど。できれば全部持って。もうすべてお金だからね、自分たちの。そうだね。どうですか、山中さんからいきますか、そしたら。いいですか。はい。私ちょっと一着って聞いてたんで、最初アウターを持っていこうかなって思ってたんですけど、その理由がエピソードとかないんですけど、本当に火事ってなったら全財産なくなるだろうなって考えて、その後のことを考えちゃったんですよ。はいはいはい。命が助かってももう何もないから、もしその時冬だったりとかしたら、もうアウターとかが確かにね、確かに冬だったらの話。そう、リアルな話。その後いつお金に自分ができるんだろうって考えて、その時に欲しいアウターとかが買えない可能性があるなっていうところを思って、じゃあアウター確かにねかなって思って時期まで考えてみたいな感じなのね。そう面白いんだけど、もう一文なしになったらもうお金がない状態なのに、なんかやっぱり着たいアウターとかあるじゃないですか。そういう時に買えなかったりとかした時のちょっと気持ちを考えて、アウターかなと思って、で最近というか去年の冬に買ったコルニエっていうブランドのウールカシミヤ、超定番のグレーのコートを買ったんですけど、もうそれかなって思って。見たことあるかも、今日ね。あ、そう去年着てきてた、仕事にも。じゃあちょっとまた写真でここで本当にオーソドックスな定番のステンカラーなんですけど、かなっていうのをリアルにちょっと考えちゃいました。なるほどね。あとは貴金属ですね。そう、私もね、貴金属なんですよ。もうなんか常にもうスキンジュエリーみたいな感じで、もう身につけてるから 14K とかを身につけてるから、そのまま出る。確かにそのまま逃げれるかも。軽いですね。やっぱりね、金が一番いい。つけてリアル。あ、そうそう、もうつけて寝るしかない。そうですね、それ考えると。そう、そんな感じがします。首にいっぱい。一旦にいっぱいつけて寝る。で、災害に起きた時のためにいっぱいつけて寝るしかないです。勝樹くんはどうですか？僕はもうもちろん靴です。靴すごいの。あ、もう全部。今日もなんかすごいの履いてるからね。これよりもインパクトあるもの持ってきたんで、ちょっとできればお見せします。はいはい。こちらになりますね。すごい。重そう。意外と重量でいうとそこまで持ってないんですけど。どのぐらい？そんなに？重たいけどね。いや重い。想像より軽い。それより重たいと思ったのね、ちゃん。意外と重そうな感じするんですけど、意外と軽い。走れますね、僕これで。走れる。ギャルよりギャルじゃん。確かに。もう見た目ギャルだね、それ。もう完全にもう本当にギャルになれますし、最悪僕火事だったらパンイチでこれ入って逃げます。無理なんだが。そんぐらいやばい。ごめん、想像しちゃった今。私も今。やばい。すごいね。12センチあるんで。どこのブランドだっけ？これリックオーエンスっていうブランドのブーツで。一緒なんだね。そうですね。今日も服も全部リックオーエンスなんですけど。今日全部です。全部です。今日は。じゃあ本日のちょっとアウトフィット。せっかくなのでアウトフィット。はい。回転でも。笑ってるよ。言ってない。回転してとは言ってない。アウトフィットチェック。素晴らしい。でもね、この靴紐がついててるやつはなんかすごいなとは思った。なんか紐がついてるけどかさばらない。いい感じにかっこいいよね。インパクトも結構これはあるんで、割とアイコニックな感じだと思うんですけど、こっちも最近だと結構アイコニックな形の原型になったモデル。リックオーエンスって本当に変わんないよね。なんかすごい昔貫き通してますよね。そう本当にすごいなとは思う。でそれを
僕はもう信者なんでもうその宗派にもう僕は属してることに対して宗派に自信を持ってるので宗派いくつかあるの？あ、いくつかありますよ。もうガチ勢と、まあ、エンジョイ勢とみたいな感じで。そういうこと選びます選びなるほどねますただやっぱ結構高いブランドであるんで、あそうだよね皆様こう家庭持ってる方とかは意外とリアルリアルな持ってる方は、最近は SNS そうなんだがこう結構あるんで、いろんな界隈というかジへャンルーもありますね。エンジョイ勢。エンジョイ勢コミュニティがあるんですか？コミュニティそれやっぱりそうですね、結構狭いもんではあると思うんですけど、まあ、結構とっつきづらいイメージあるかなと思うんですけど、はいはいはいまあそれぞれやっぱ皆さんコミュニティを作って仲良くしてるのを割と僕は見たりしますね。なるほどね。でもなんかさ、立候演数ってさ、それこそなんか10年前ぐらいにめっちゃ流行ってた時期あったじゃん。あったあった2000年代の後半ぐらいかな、多うんうんうん分あの辺ってみんな立候演数だったの、本当へーにハイトップのスニーカーあるじゃん、はいなんかみんな履いてた気がするみんな履いて。ましたね。うんそう、私の前の会社の人みんな買ってたグレートで。なんかその時まだ子供でネットでみんなの写真見たらあ、なんうんうん。かすごいなと。そうなんかあの時みんな買ってた。それとバルマンとなんか立候演数バルマン。立候演数バルマンのハイトップのスニーカーみんなスニー履いてた。カーですよね。なんかそういう靴履いてる人がなんかおしゃれっていうあ、そう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 。なんかイメージはあります。あとあの時ジバンシーのあ、そう、ジバンシーね。バンビとあとバンビ、私バンビ持ってた。ジバンシーのバンビ持ってる人いた。持ってた。うんそうなんか星のスタッツのさ。あ、そうそう。懐かしい。懐かしいよね。おー、そこ知らないかもでもあ、そうか。彼は。そうですね、まあ、高校生の時とかなんで雑誌見た時に多分そのスタイルが出てたんですけど、まあもう到底買えない値段だったんで、まあそうあの時はもう憧れで終わってそっかたブランドをまあ大人になってちょっと買えるようになったんでって感じです。すごいなと思います。はい、ありがとうございます。信者だ。そう、信者すげえ。A ちゃんはどう？私はデニムです。今日履いてきた。こちらデニムはいデニム持ってリバイスの569なんですけど、なんかリバイスといえば501とか550とか有名なんだけど、でこれあんまり多分知ってる人は知ってると思うんですけど、で結私知らないわ構シルエット的にはルーズストレートっていうなんかヒップホップが流行ってた時期出てきたシルエットです。へで今日は501よりもそのまま、まあ、太くなったっていうシルエット。あ、そうでそんなんだ。な細くはない。いいなあとは太ももこの辺。あ、じゃあ本日のアウトフィット。アウトフィット。太ももの方はあんまり張らない。この辺。へえ。割とまあ結構ストレート。そっか、スリムに見えるのか、そうですねこの辺が。なのでなんか女の子女性はなんかリバイスのその501とか、まあ、あんまり体型には合わないじゃないですか。結構難しくて。なのでこれは自分のサイズだし、このシルエットもちょうどいいなと思って。薄い。あ、そう、そう。え、これちゃんのサイでズに合うのすごいな。ちょっとだけゆったり感あるのがすごいいいなと思ってこの辺。のダメージすごいです。あ、そうそう、ここかもわいいめっちゃ気に入ってる。んうんうんなんかもともと569今日はちょっとこう渋めの色味、ちょっと絶妙な色味のもの確かにが多い。ちょっとなんかグレーっぽいっていうか。そう言われてみればそうかも。はい、ちょっと色落ちもいい感じになってて、でシルエットもめっちゃ良くて、でさっきヘジュさん言ってたその生地が薄い。あ、そう。そうで見て。薄そう。そう生地がめっちゃ薄くて失礼します。本当だ。硬くないんですよ。なので夏でもね。使える。厚刈りの A ちゃんにぴったりなデニム。確かに。そう本当にリバイスのデニムはもう硬くて分厚いじゃないですか、その生地が。夏はもう今の夏で本当に頑張っても無理なんで。でこれはめっちゃめっちゃ無理じゃん。はい頑張っても無理なんだ。もう本当に薄くて肌触りも良くて、まあこういうのがもう本当にもう出会えないかなと。何番だっけ569。初めて聞いた。そうですよ569。私もちょっとメモっとこうかめっちゃ形綺麗な。なかなかデニム探すのがめっちゃ難しくて。いや、難しいよね。前回もその話したんですよね。あ、そう、それ見た。あ、そうもうめっちゃ共感した。はい、これです。これなんだ。めちゃくちゃいい。でもさ、デニム選んだのすごい意外だなと思った。確かにだって A ちゃんってさ、服めっちゃ持ってる。確かにでその中でこれっていうことはもう相当気に入ってる感じ。私デニムっていうのはやっぱ定番だからね。本当に一本持って逃げたい。表に入れあたい。れば、まあいろんな服と合わせるし。まあ確かに先ほどからすごいなんか目を奪っているあれは違うんですか？あれは別枠？あれは見せた方が早いかも。そうなんかね目を
マジで。はい、こちら。すごすぎるもう A ちゃんしかね、本当にすごい。こなせないよ、本当に。はい、これは買ったけどいつに着れるのかわからない服です。自分的には着れるけど、街で歩くとなんか浮いちゃう。でバスとか乗ると多分めっちゃそう、A ちゃんバスだもんね。朝バス使うからバスはちょっと確かに。おじいちゃんおばあちゃんとかも注目される。そうめっちゃ見られるからもうなんかおばあちゃんおじいちゃんの中のなんかスターになれそうな感じ。本当にそうもう見られる。握手求められるかもしれない。あなた素敵ねって。そうめっちゃ好きで、まあ着てなくてもそのままかけて、あねかけ飾ってはい飾ってるだそうけで、なんだ。まあ嬉しい。でもいつか使いたいかなと。でもそれこそ今日みたいなさ、ゆるっとしたデニムそうですね。さはい全然今日の格好に似合うと思うけどな。いけるんですけど、なんかこれ出勤した趣味だけとからこれで出勤したらみんなに言われるじゃん。多分パーティーじゃないと結構ね、あれだよね。えいちゃん今日どうした？みたいな言われるどっか行ってこの後何かあるの？そうそうそう。確かに絶対突っ込まれるよね。はいでも着てほしいな、なんめっか。ちゃ着てほしい。ちょっとすごい可愛い。着替えようかな。めちゃくちゃ気に入ってます。可愛い。可愛いよね。可愛いはい本当に。逆にこれ勝木くんがそうです逆にねまあ似合うとは思うんですけど、結構上手細いから着れそうです普通に。ゴージャス。すごいでもね、素敵 A ちゃんしか似合わないかもそれは。でもなんかこういうキラキラ系とか、でも可愛いよね。こういうのがついてるのがめっちゃ大好き。でもなんかこういうのいっぱい持ってるイメージある。なんかキラキラの今日やつ。ので感じあ、そうだね。今日もなんかついてるし。そうこういうのが好き。ワンポイント可愛ね。はい。どこで買うのこんなすげえ。古着屋古着屋かはい古着屋です。はい。でもなんかタグ見たらさ、結構ちゃんとかなり古めなタグついてるから。古い感じの。はいでも結構レアなのかもしれない。 US 製で。すごい可愛いです素敵です服なんですね。これは持って逃げないんだね。なかなかないやつなんだけど。そうある意味でこれも逃げない。あーなこれもるほどねレアレアすぎて。結構レアだと思うけど。面白かなるった。ほどすごい素敵なすごい素敵本当に。でもなんかちょっとヘジさんと私貴金属みたいな。あ、そうなんか結構現実的な話になっちゃったりはなんかちゃんと夢があるから私たちなんかすごいつまんないなって思っちゃった。理由がすごいしっかりしてた。あ、そうそうそう。もうつけて寝る。金とは関係ないから。金のことばっかり。考えまあでもてる。高いよね。まあ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 確かにまあ確かにこれは確かに売れるかビッグだら。はいまあ売ろうと思えば全然おそうだね金ちょっとなるから。あの時買わずに帰って一生後悔してる幻の一着とかありますか？あります。ありあるんありだ。うん私これ見た時、私結構後悔したくないからすぐ買っちゃうんですよ。買っちゃうのかそうだからもったいなくて。あ、私もある。あるある。あるある。うん僕も割とこっち派です。あ、そうなんだ。もう何をしてでも買います。何が何でもじゃないけど、それはもう怖いけど。切り詰めるだけ切り詰めてもうそれを買いますその時に。逆にそれを買うために何をしてたっていう、例えばそれがすごい高額だったとかで、うんじゃあ高額高額だからここまでしてみたっていうのを逆にあったりする。ご飯もう売りますまず自分の服をあ売りまはいはいす。もう自分で考えてこれ着ないなってやつを売ります。それでも足りない場合はもう今後のもうご飯とか全部切り詰めます。もう全部とりあえず1ヶ月耐えればいいので、でもカードと現金使えるんだったらお願いするとか、あらゆる手段を使ってまずはこう服を売って。すごいな。熱意がすごい本当に。そこまでの熱意はないな。私もなんかそこまでではないけど本当になんか逃した一着っていうかそういうのいっぱいあって私いっぱいあるんですか？なぜかっていうと私簡単に買わないんですよそそもそも。確かになんかもうそういうイメージある。絶対これをなんか1ヶ月ぐらいずっと見て確かになんかクーリーなんか気になった商品もずっとずっと悩むずっと考えて。もう夢に出てきそうレベルで本当に欲しかったらその時になんかちょっとやっぱ買おうかなっていう風になるけど、フーで欲しいやつとかってちょっとお客様優先に考えて一旦なんか見届けてそれでも売れなかった時に買うか、誰もこの子のいいところ分かんないんだったら私が買っちゃうそれめっちゃ同じ気持ちです私っても。思って逃したやつあるんですよ1個。そうなんだ。昔イヴ・サンローランのなんか花柄のカーディガン
黒いやつ。知ってる。そう、なんかあれをはい撮影の時に一回着てみて、すっごい可愛いなと思って、着てみたらめっちゃ可愛いと思って欲しいなって思ってたらすぐ売れちゃったんですよ。でそれが多分クーのここのお店の1年目の時にあった服で、ずっと欲しいなと思ってずっといろんなところを探してたんですけど、クーに入ってきたら一番いいけど、クーに入ってこないかもしれないから、他もね、そう他もいろいろ見たりとかしてて、2年ぐらい後に1着出てきて、すぐ買っちゃった。それはお買っちゃった。手に入ったってこと？イヴ・サン、そうそうそう、すごいイヴ・サンローランの花柄のカーディガン見たことあるよね。見たことある。えー2回だけ着てきて。あ、そう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 見たことある。そう、結構派手なんだけど、でもめっちゃシルエットがすごい綺麗だから、なんか黒ベースだよ。黒ベースのなんかこう派手な花柄。気になる、着てきてください。ちょっと時期逃しちゃったかもしれあ、ない。嘘。冬あでも着てたけどね。ニットいや、なんかちょっとカーディガンポリみたいな感じのカーディガンなんですけど、すっごい可愛いんですけど、あれを2年越しでゲットできました。すごい、また見つけたので本当にすごいですよそう、ね。執着。でもなんか今の話聞いたら、なんか私逆に欲しいと思ったら買っちゃうって思ってたけど、あれかも、また欲しいなって思ったら行って、あったら買っちゃうけど、なかったらもう縁がなかったと思ってなんか切り替えちゃってるのかもしれない。ああ、なるほどね。なんかじゃあ私の元に来ないあれだったんだなみたいな、もう諦めちゃう、もういいやってなっちゃう、パターンが私多かった。も割とそういう時はもういいやと思っちゃうけど、今までずっと思ってたアイテムある。一世三宅の1998年の年代がめっちゃ古い。なんかアートプリントシリーズ、うんうん、ちょっと写真見せます。この辺にじゃあまたこの辺にまたなんか、そうだ、何これです。これ。ああ、このシリーへえ。ズ。初めて見た。このシリーズ。一世三宅でそんなシリーズが、ね、1998年のアートプリントシリーズみたいな、で私欲しいのが中国の必勝文様が入ってる、プリントのやつで、似合いそう。めっちゃ似合いそう。で欲しかった時、その時まだ留学生で、でその時メルカリとかで探して2、3万ぐらいだったんですよ。でその時は留学生だったので、買えなくて、ずっと思ってて、で今調べたら40万ぐらい値上がりしました。もうしかも今さらに数が少なくなっていて、自分が欲しいそのプリントのやつがもうない、もう見つからない。うわ、もし見つけたらさ、もっと高いんじゃない？いや多分40万以上するだと思う。そのシリーズがもう40万台。そうそう、そのシリーズはもう40万台になってて、もう多分7年前、最初探したのが7年前で2、3万ぐらい買えたのに、しかも結構あったんです。メルカリで個人で出品してる。まだ出回ってたんだ。で今は多分個人じゃなく店舗、ショップが出品してたやつで、しかも数が少なくて、もう結構出会える。うわー、今は買えないです。それはそうだ。そう、それは幻だ。それはもうこのテーマにぴったりだ。幻ですね、それ。長袖がなくて、それがめちゃくちゃ欲しくて、今でも持ってる。2万で40万だもんね。20倍上がったってこと。めちゃくちゃレアなんだ。その時もうちょっと食事とか我慢すれば買ってよかったなと思って。それはちょっと悔しいね。食べればよかったと思って。ご飯を我慢する。ご飯我慢してご飯ね我慢するしかない。冷暖房も切る。確かに。じゃあこれでちょっと今日はみんなのなんかそういう服の事情だったりとか、火事になったら何持って逃げるかっていうのからちょっと派生した話になったんですけど、お二人は初めてだったと思うけど、いかがでしたか？面白かったです。なんかこんな感じだったらずっと取れない、なんか全然さ、なんか2時間でも3時間でも取れるけど、1日喋る。あ、そうだよね。喋れるからあの人は死ぬからそこの編集してる人が死ぬから死ぬからこの辺にしとくからね、この辺にしておきますか。今日はありがとうございまありがとうございまし。したた。また別のテーマでこのメンバーで戻っていきたいと思います。はいじゃあバイバイ。